ナポレオンとドイツの革命的な作曲家は誰だということで1800年代です。前回1790年代はスペインの画家ゴヤが登場し、交響曲の父ハイドンが晩年に大成功を収めました。そして1789年に始まったフランス革命がナポレオンの登場によって1799年に終結した時代でした。そしてこの時代から怒涛の19世紀が幕を開けます。まずこの19世紀全体としては、前の世紀に起きたフランス革命によって絶対王政が倒され、市民社会が形成されたことに加えて、イギリスで起きた産業革命の影響によって資本主義社会体制が各地で確立され発展していきます。そしてそれまで画家や音楽家のパトロンだった王侯貴族や教会などが権力を失ったため、美術市場や音楽市場は全く異なる状況に置かれることになります。そして前の世紀である18世紀から美術はフランスが中心となっていましたが、この時代は完全にフランスが覇権を握ります。ただ同時に他の地域の画家もフランス美術に触発されながら国際的に活躍する傾向にあります。そして有名な画家が多数出てくる百花繚乱の時代ではありますが、時代ごとの潮流がはっきりしているので19世紀はイメージがつかみやすいと思います。さてそんな新たな時代の幕開けである1800年代に活躍したのが1780年代に登場したダビッドから始まる新古典主義の画家たちですが、この時代もダビッドが今度はナポレオンの首席画家として活躍します。この絵は軍事クーデターでフランス革命を終結したばかりのナポレオン・ボナパルトがこれからオーストリア軍に戦いを仕掛けるためにアルプス山脈のサンベルナール峠を馬に乗って越えようとする場面です。しかし実際ナポレオン・ボナパルトはラバに乗ってガイドに付き添われながら峠を越えました。だいぶ違いますね。ナポレオンは自分のことを英雄だと人々に印象付けさせるために肖像画を描かせました。ですのでナポレオンはラバだと格好はつかないということでダビッドに荒馬を乗りこなす冷静な自分を描くよう要求したため、このように竹々しい馬に差し替えられました。そういったことを恥ずかしげもなく冷静に要求できちゃうナポレオンもすごいですね。確かに実際絵の印象はだいぶ違うことになりますよね。おそらく事実に即してガイドに付き添われラバにふらふら揺られるナポレオン像を描いていたら今ほど有名な絵になっていなかったと思います。もう一枚ダビッドによる作品です。またナポレオンです。この時代のダビッドはナポレオンとセットになっちゃってますね。ナポレオンは軍事クーデターでフランス革命を終結させ、統領政府の一人として、しかし事実上はナポレオンによる軍事独裁政治を敷いていましたが、1804年に国民投票によって皇帝ナポレオン一世として皇帝として即位し、帝政を開始します。この絵はその場面を描いたものです。しかもナポレオンはわざわざパリにローマ教皇ピウス7世を呼び寄せておきながら、ナポレオン自身で冠を自分の頭に乗せました。従来ならローマ教皇から冠を授けてもらうものなのですが、これは権力は神の代理者ローマ教皇から授かるのではなく、国民から選ばれたのだということを示し、同時にそれまでの教会との関係を断つことを意味しているとされています。ローマ教皇は出しに使われたが満載です。しかも今みたいに飛行機で2時間とかの距離じゃないですからね。こんな屈辱を味わうことになったローマ教皇ピウス7世は怒り心頭だったと思いますが、この絵ではちょっと不服そうな顔をしながらも祝福のポーズである2本指のポーズをとっています。しかしこれはダビッドの創作と考えられています。そしてこの絵に描かれている人物たちはほぼ等身大で約 6m×9 メーターもあるというルーブル美術館の中で2番目に大きい絵です。ちなみにルーブル美術館で1番目に大きい絵は1560年代に紹介したベロネーゼによるカナの婚礼です。ほぼ同じ大きさですが若干カナの婚礼の方が大きいです。そしてカナの婚礼は1560年代の時にお話ししたようにイタリアにナポレオン率いるフランス軍が攻め入った時に略奪したものです。やりたい放題のナポレオンです。さてこの時代にナポレオンはヨーロッパ各地に次々と攻め入っていましたが、もはやフランス革命とは関係なくいつの間にか個人的な野望を達成するための侵略戦争に変わっていました。そしてナポレオン軍に攻め入られたドイツなどでは多くの宮廷が閉鎖されました。そのためそれまで宮廷に雇われていた音楽家たちは職を失ったため、彼らは音楽学校の教師になったり演奏や楽譜出版などの仕事で収入を得るしか方法がなくなっていきます。このようにフランス革命以降貴族社会が崩壊していったため、音楽家はそれまでのパトロンであった王侯貴族や教会からの援助がもらえなくなった反面、
今までパトロンに縛られ職人扱いだった彼らは自由に創作活動ができるようになっていきます。そしてそれを最初に実現したのがタイトルにあるナポレオンと同時代の革命的な作曲家、かのベートーベンです。ついにようやく一番の大物の登場です。しかし、あと100年程度でクラシック音楽は行き詰まります。かなり歴史の浅いもので驚きですね。主要な絵画作品は1900年代以降に大きく変化はするものの、1500年代あたりから1950年代くらいまでの期間に創作されたものに対し、主要なクラシック音楽作品は1700年代あたりから1900年代あたりに創作されたもので終わってしまうという驚きの歴史の短さです。だいぶ異なりますね。しかし、これまでの人類の歴史から言えば、絵画の歴史も同様にかなり短いものと言えます。農耕が始まってから数えたとしても約1万年ですが、たかだか絵は500年程度、音楽は200年程度の期間、大いにもてはやされただけで、1000年にも満たないというのはかなり意外な感じがしますね。ちなみにこの曲を運命と呼んでいるのは日本だけで、レコード会社が勝手につけた名称らしいです。そしてこのベートーベンもウィーン古典派の一人とされています。名称の由来としては、それまでの作曲家たちと違い、このベートーベンやモーツァルト、ハイドンは死後も演奏され続けられ、後世の作曲家たちの模範であり、理想となった古典であるためとされています。しかし、ウィーン古典派と一緒くたにするのではなく、それぞれ別個の作曲家として捉えた方が良いと思います。そしてこのベートーベンは幼い時から生活に困窮していた父親から鬼のスパルタ教育を施されます。その鬼のスパルタ教育が施された理由としては、父親が将来のベートーベンの才能を当てにしてとのことです。そしてそのスパルタ教育のせいで、ベートーベンは一時期音楽嫌いにまでなったそうです。さらにベートーベンが10代後半の頃には、父親は酒浸りで失職し、代わりにベートーベンがいくつもの仕事を掛け持ちして弟たちの面倒を見て一家を支えることになりました。このようにベートーベンはかなりの苦労人です。もしかしたら音楽史上一番の苦労人かもしれないレベルです。しかも後に耳が聞こえなくなることを考えると、音楽史上最も悲惨な人生を送った一人かもしれないです。そしてその後ベートーベンは20代前半で、前回1790年代に登場したあのハイドンに才能を認められ弟子入りし、ピアノの即興演奏の名手として名声を博します。この頃のベートーベンは意外にも作曲家として名声を博したわけではなく、ピアニストとして名声を博していました。しかも父親の鬼のスパルタ教育以外にもハイドンが教師だったというのも少し意外ですね。実際ベートーベンは何人かの作曲家に指示しています。しかし後にハイドンから楽譜にハイドンの教え子と書くようにと言われた時、ベートーベンはハイドンに向かってあなたから教わったものは何もないと断固拒否しています。確かにハイドンは当時忙しくてあまり指導できなかったようですが、良くも悪くもプライドが高く頑固なベートーベンです。そしてこの頃はフランス革命以降、市民社会が成立し始めていたことや、一般市民向けの公開演奏会が定着し始めたことと、さらに楽譜出版で稼げるようになっていたという要因があったため、ベートーベンは誰にも仕えず自由に活動する音楽家として暮らしていきます。これは今までの時代では考えられないことでしたね。今まではあの天才モーツァルトですら使用人と同じ勝手口を使わされていたというように、それまで音楽家は単に BGM 的な音楽を作曲し、それらを奏でる職人というレベルでしたが、このベートーベンはそういった身分を断固拒否し、音楽家を貴族と同等の地位に力ずくで引き上げました。そしてこのベートーベンのおかげで、これ以降の音楽家の地位は相当に向上し、収入も大きく稼げるようになります。ただし、ベートーベンは当時ウィーンの芸術を発展させたいと考えていた貴族たちから義務を伴わない形での年金という形で援助を受けていましたので、ベートーベンが自由に活動していけたのも、こういった年金という援助があったからという側面もあります。それはベートーベンの才能が抜きん出たからこそでもありますが、やはりそういうことが可能になりつつある時代の変わり目だったからこそ可能だったという側面が強いです。ちなみにベートーベンはそれまで支援してくれていたリフノスキー公爵なる人にフランス将校のためにピアノを弾いてくれるよう頼まれた時、
ベートーベンはそれを断固拒否し、レヒノスキー公爵と口論してその場を去り、後にあなたが公爵であるのはたまたま生まれがそうであるからであって、公爵なんて何千人といるが、私が私であるのは私自身の努力であって、この世にベートーベンはただ一人しかいないと手紙を送りつけたらしいです。何かと断固拒否なベートーベンですが、この人は意志の強さが半端じゃないですね。このようにしてベートーベンは強固な意志をもってして音楽家をそれまでの従属的な低い地位から独立した芸術家としての地位にまで引き上げ、さらには音楽自体を崇高な芸術ジャンルの一つとして確立しました。相当に革命的で偉大な人物だったわけですね。しかしそんな順調なベートーベンも20代後半で難聴になってしまいます。音が聞こえないということは音楽家にとって致命的であるため、ベートーベンは自身が難聴であることを悟られないために、それまでの交際を断ち切り、家に引きこもるようになります。そしてこの時代の1802年、およそ32歳の時に、ハイリゲンシュタットの遺書を書き、ベートーベンは自殺を考えます。しかし彼は、内なるものを表現し尽くすまでは死ねない。自身の使命である作曲をやり遂げないで死ぬわけにはいかない。と芸術に引き止められる形で、その苦しみを乗り越え、作曲活動に邁進していきます。そしてこの時期を境に、ベートーベンの作曲家としての才能が大きく開花し、音楽性が大きく変わり、多くの傑作を次々に生み出していくことになります。音楽家として耳が聞こえなくなるというのは致命的すぎですが、それを乗り越えて作品を作り出していくという強靭な精神力はまさしく芸術家の鏡ですね。もしこの時ベートーベンが自殺していたら、今ベートーベンの傑作として知られている曲が存在しないことになるわけですので、そうするとその後の音楽の歴史は違ったものになっていた可能性が大です。そしてこのように耳が聞こえなくなってから傑作作品を生み出していくというのは、ちょうど10年前の1792年に聴覚を失ったゴヤと同じですね。ちなみにベートーベンは自身が平民出身であったためということもあり、フランス革命を支持しており、特にナポレオンが自由と平等のフランス革命の理想を体現している英雄として称賛していました。そしてこの時代にベートーベンはナポレオンに捧げるために交響曲第3番英雄を作曲し、表紙にボナパルトと書き、その完成した楽譜をいざフランスへ送ろうとしたその矢先、ちょうどナポレオンが皇帝に就任したというニュースを知ったベートーベンは、それに対して激怒し、奴も俗物に過ぎなかったか。これから奴は自分自身の野心のために人々の権利を踏みにじる暴君となるだろうと正しく未来を予見し、怒り狂い、その表示をボロボロになるまで書き消し、ある英雄の思い出のためにと書き換えました。この英雄のエピソードによってベートーベンとナポレオンが同時代だったと覚えることができますね。そして誰かのために曲を作るという義務もなく自由に活動したベートーベンは、それまでの作曲家たちとは異なり、自分自身の考えに基づいて自分が満足する一作品ごとに芸術的意味を持つ音楽を作曲しました。そしてベートーベンは音楽あらゆるものの中で最も崇高な芸術であると考え、音楽作品とは作曲家自身の思想を反映させ、聞き手の人間性を高めるものであり、作曲家自身の内なるものを表現するものであるとしました。こうした革命的なベートーベンの思想によって、その後の作曲家たちはそれまでの時代と違って他の作曲家たちとは異なる自身の個性を発揮した新しいスタイルの音楽を作るようになってきます。そういった芸術作品とは他人とは違う個性的な作品でなくてはいけない、常に古いものにとって変わる新しさがなければいけないといった風潮は現代でも続いていますね。ベートーベン一人がそれを生み出したわけではなく、この時代全体の傾向でもありますが、ベートーベンが口火を切り、それを大きく推進したという感じです。ちなみにベートーベンはバッハの息子である C.P. バッハから影響を受けました。ただしこの時代以降の作曲家たちは皆ベートーベンの影響を大きく受けることになります。ベートーベン以上に後世に大きな影響を与えた作曲家は他にいないレベルです。まさしく時代の隔絶です。そしてベートーベンの肖像画を見るとかなり久しぶりのナチュラルヘアですね。ちょっとナチュラルすぎですよね。17世紀にルイ14世が流行らせた王侯貴族の象徴でもあるカツラは自然美が良しとされたフランス革命以降廃れていきます。実際1800年代以降から忽然とカツラをかぶった人の絵がなくなります。あと革命派のダビッドも早くもカツラをかぶっていなかったですね。フランス革命起こってくれてよかったです。さて前回1789年に起きたフランス革命が1799年のナポレオンによる軍事クーデターによって終結されましたが、この1800年代はナポレオンがヨーロッパ各地を征服していった無敵のナポレオン戦争真っ只中の時代です。まずナポレオンは1804年にフランス国民の圧倒的支持を得て
フランス皇帝に即位し、ナポレオン一世となりました。このナポレオン一世による軍事独裁体制は第一帝政といい、約10年間続きます。内容はひたすら戦争をしていただけといった感じです。そして1648年の宗教戦争を終結させたウェストファリア条約以来、神聖ローマ帝国は300以上の両方国家に事実上解体し、一つの帝国としての機能は失われ、名目だけが残っている状態でしたが、このナポレオン戦争によって多くのドイツ諸侯が神聖ローマ帝国から脱退したため、1806年に神聖ローマ帝国は完全に消滅しました。ようやく紛らわしい名称が消えてくれてありがたいです。そしてそれまで神聖ローマ皇帝を名乗っていたハプスブルク家のフランツ2世は、その後オーストリア皇帝フランツ1世と名乗るようになりました。そこも2世とか1世とかちょこちょこ微妙に変えるのはやめてほしいですね。そしてナポレオンは当時はそれなりにフランス革命の理念に沿った政策を行っていたのですが、ベートーベンが正しく予見していたように、皇帝になってからフランス革命の理念を各地に伝えるためという口実のもと、ヨーロッパ各国へ侵略戦争をガンガン仕掛けていきます。しかも自由平等の思想を広める大義を掲げていたナポレオンですが、この頃フランス植民地のハイチもその自由平等の理念に沿って独立運動を起こすと、逆にナポレオンはそれを弾圧します。一体どういうことでしょうか。しかしハイチ独立軍はフランス軍を倒し、見事1804年に世界初の黒人共和国として独立を果たしました。ナポレオンはこのハイチ弾圧こそうまくいきませんでしたが、その代わりヨーロッパ大陸ではオーストリア、プロイセン、ロシアなどを次々に撃破し、1807年までにヨーロッパ大陸のほぼ全てを制圧するという破竹の勢いで征服していき、さらにはナポレオン一族を各地に支配者として送り込み、フランス革命の理念はどこやら専制支配者としてヨーロッパに君臨しました。ただし途中イギリスには負け、イギリスは征服できませんでした。イギリスなんか強いです。そしてこのようにナポレオンがヨーロッパ各地で戦争を行うことによって、ヨーロッパ各地の封建体制は崩壊していったため、結果的にヨーロッパ各地における市民社会の移行を促すことになります。さらに専制支配を行うナポレオンに対して民衆放棄が各地で起きますが、同時にフランス革命の主権や独立といった理念が民衆に広く行き渡り、約40年後にヨーロッパ各地で独立運動が起きることにもなります。さらに今まで戦争では外国のスイス兵を雇うなどしていましたが、この戦争においてはフランス革命時に制定された徴兵制によって編成されたフランス国民軍が、これまたフランス革命時に誕生したナショナリズムの理念に燃え、各国で激しい戦いを繰り広げます。そして従来の雇われた兵士ではなく、作り出された祖国や民族といった概念に命を捧げる好戦的な兵士による強さに圧倒され、侵略を受けた各国も従来の傭兵ではなく、徴兵制に基づく自前の国民軍を創設して、国民軍を使って戦争をするようになってきます。そしてそれによって19世紀以降の各国は国民を新たに作り出す必要に駆られます。まずこの時代にフランスに攻め入られたプロイセンが従順で逃亡する恐れのない兵士を育成するために厳格な義務教育のプログラムをこの1800年代に作ります。それは現代の義務教育制度の基盤を確立するもので、学習者が学習内容を理解してもしなくても関係なく、学年単位で決められたカリキュラムを時間割で管理して教育するというプログラムです。これは後に各国の教育プログラムに影響を及ぼします。そしてこれ以降、一般大衆を対象とする学校制度が始まりますが、学校の数は19世紀を通して20世紀後に飛躍的に増大していくというように、その流れは徐々に起きていきます。そして学校は子どもたちに義務教育を通して、その国の言語と歴史、道徳観念を中心に教育を施し、その国の一員であるというアイデンティティを教え込む機関として機能します。簡単に言えば、人々はその国で生まれたことを誇りに思うよう教育され、自分は周りにいる人々と同じくユニークな集団である民族という一つのグループに属していると教育され、その民族を統括する上からの命令には命を投げ出してでも従順に従いという教育です。このような幼い時からの教育や考えの刷り込みによって国民が作り出されるようになります。そしてそのようにして子供時代からそういった教育を施された人々は愛国心に燃え、いつでも徴兵できる宗教的盲信に駆られた兵士としてナショナリズムの戦いに命を捧げていきます。このように宗教の影響力がなくなった19世紀において、ナショナリズムという新たな宗教的観念が誕生したことによって、今後ナショナリズムによる戦争が活発になっていきます。そして少し話はそれますが、学校という機関は
こういったナショナリスト育成機関という側面だけでなく、その後の個人個人の人生を決定づけてしまう機関でもあります。例えば、遺伝子上に関する双子の研究によると、数学に対する能力は生まれつきの運動能力と同じくらい遺伝で決まってしまうようですが、そういった努力では克服しにくい分野のものを決められたカリキュラムで個人差に関係なく一斉に学ばせ、生徒同士をテストの得点で競わすため、いくら努力してもその差を縮めることは難しく、むしろ最初からある遺伝子上の優劣を大きく広げるだけになりがちだったりします。そしてそれは大人になってからの収入の格差にもつながっていきます。一旦良いスタートを切れたならば、その後の差は金持ちはより金持ちになるというマタイ効果によって大きく開いていきます。マタイ効果とは、最初に良いスタートを切れて一旦成功すると、周囲に優秀な人材が集まりやすくなるため、それはさらなる成功を呼び、そしてその成功に自分の力がほとんど関係していなかったとしても、周囲から自分の成功とみなされるため、結果的に自分の実力以上の評価を得る傾向にあるというものです。そして反対に、最初に良いスタートを切れなかった場合は、周りから能力の低い人とみなされてしまい、いつまでも良い人材が周囲に集まらず、いつまでも成功できないという傾向にあるというものです。このようなマタイ効果と言われるものは、人々の人生の大半に関して当てはまるものです。そして仮に同じ能力を持っていたとしても、最初の一歩の違いがその後の人生を大きく徹底することになるということは、それは義務教育の段階から始まっていると言えます。もちろんそこには大きな偶然も左右します。例えば不景気の時に就職した人と好景気の時に就職した人が仮に同じ能力を持っていたとしても、その後の2人の収入の差はマタイ効果によって大きく異なっていくというように、一概に学校教育だけが原因とはなりませんし、さらには家庭環境の要因などいろいろと複雑に組み合わさってきます。ですが、やはり義務教育に才能を潰される場合もあるし、義務教育に時間を取られて他の才能を磨けず、将来才能を発揮できないというケースも十分考えられます。義務教育に関してはカリキュラムだけでなく、それ自体を抜本的に考え直すべきだと個人的には思います。さらに言えば、現在の大学は単なる就職の窓口と化していると言えると思います。研究者を志望する人以外は大学で学問らしいことは大して学ばないし、同様に高校までの教育も単なる詰め込み型で、頭が良いというよりは記憶力が良いかお金があって良い予備校に来たかどうかで決まってしまう側面が強いです。そのような状況で、いわゆる名門大学に入学して卒業したところで内実は全然伴っていないのが現状です。がしかし、採用する企業も企業で、その会社での仕事内容とは関係なく、相手が名門卒で面接時にみんなと仲良くサークル活動頑張りましたとか、よくわかんないそれっぽいことを言えたら採用するという謎の基準を採用しています。ですので、結局大学へ行くまでの自由のない詰め込み型教育に適用している電子構造を持っていて、さらに良い予備校に通えるだけのお金を両親が持っているかどうかで、その後の人生が大きく決定してしまうというのが現状のようです。ですので、社会における貧富の差や大半の成功者などはおそらく実力を反映したものではないということになります。ちなみに研究者になったとしても、現在は国にとってお金になる都合の良い学問分野にだけ研究費が与えられ、それ以外の分野は研究費を得ることは難しく、大して評価もされないものとなってしまっています。このように利益になるかどうかで学問の潮流が決定されてしまうと、国などに都合の良いような偏った研究ばかりが盛んになってしまいます。これも大きな問題ですね。というように、現在ある学校教育の様々な問題は意外にもこの時代のプロイセンが発端だったと言えるかもしれないという話でした。いずれにしても、このようにしてフランス革命以降、特にこのナポレオンの侵略によってナショナリズムの思想がヨーロッパ各地に広まっていき、後に現代までにつながるナショナリズムの関連が世界中で誕生するということになります。そしてこの時代にはヘーゲルによる精神現象学が出版されました。ヘーゲルは相反する矛盾する立場のものを統合してより高い次元へと導いていくというアウフヘーベンを提唱したことで有名です。そしてちょうどこの精神現象学が出版されようとしていたまさしくその時期に、ナポレオンはドイツを侵略していました。そしてこの時代のドイツはまだ今の時代のような盲信的なナショナリズムの時代ではなかったので、世界を支配するナポレオンがフランス革命の自由平等の理念を体現していると思ったヘーゲルは、馬に乗ってドイツの街を占領するナポレオンの姿を見て感動し、世界精神が馬に乗って通ると言ったそうです。さすが表現がかっこいいですね。ナポレオンもこの時はラバに乗ってなくてよかったです。もし世界精神がラバに乗って通るとヘーゲルが叫んだら投獄されて精神現象学の出版は叶わなかったかもしれません。
それとは違った感じですが、実際にナポレオンの命令によって投獄されるという決めにあった作家がいます。それがマルキド・サドです。マルキド・サドがこの小説を匿名で発表した当時においては、あまりにも反道徳的で暴力的な内容であったため、ナポレオンによってこの小説を書いた者を投獄せよとの命令が下り、裁判なしでマルキド・サドは精神病院に入れられ、死ぬまでそこで暮らすことになりました。しかもこの人はそれまでにも何回も投獄されており、彼のほとんどの小説が獄中で書かれたものとのことです。ちなみにサディズムという言葉はこのマルキド・サドに由来しています。そして自身が露出狂かつマゾヒズムであることを公言してはばからないルソーがこの人に影響を与えないわけがありませんでした。マルキド・サドは自分自身を高めたいときはいつでもルソーの著作を読んでいたとのことです。どう高めていたのかよくわかりませんが、こんなところにまで影響を及ぼすルソーの影響力たるや恐るべしです。そして最後に1770年代に若きウェルテルの波を出版したゲーテがベートーベンの運命と同時期の1808年にファウストを発表しています。ゲーテは長生きしたのでベートーベンとも親交がありました。ベートーベンと同時代を生きていたというのも少し意外な感じがしますね。このようにベートーベンにナポレオンにダビッドにゲーテにヘーゲルと大物たちが勢ぞろいですね。しかもマルキド・サドも含めてみんな何らかの形でナポレオンに関わるエピソードがあるといったように、この時代のナポレオンの影響力は絶大でした。それでは最後にこの時代に書かれた絵を6枚紹介します。最初の絵はこちらです。ジェラールは前回1790年代に紹介したフランスの新古典主義の画家です。このレカミエ夫人なる人物はこの時代の社交の場であるサロンの花形で歴史上最も美しい女性と言われています。彼女は教養も高く信念も強い人だったらしく、この時代にナポレオンが皇帝になったことに反対し、さらにナポレオンから愛人になるよう強要されても拒否し、果てはナポレオンと対立してパリから追放されました。しかしレカミエ夫人を慕う人は後を絶たず、その後も当時の文化人と言われる多くの人々と親交を持ったとのことです。この時代はしつこいくらいナポレオン関連の話題が多いですね。次の画家はダビッドの下で学び、ダビッドと同様ナポレオンとも深い関係がある新古典主義の画家グロです。グロはナポレオンから戦地で略奪する美術品の評価監査員の地位を与えられます。いいんだか悪いんだかよくわからない地位ですね。そしてグロはナポレオン軍に同行しながら戦地におけるナポレオンの偉大なる姿を描き、画家としての地位を確立し名声を博しました。しかし晩年は失速し、失意のもとセーヌ川に身を投げ、64歳で自殺してしまいます。なかなか悲劇的な人物ですね。次の絵もやはりダビッドに学んだフランスの新古典主義の画家ジャン・ブロックによる作品です。これはギリシャ神話の話で、ヒュアキントスの美しさはアポロンと西風の神ゼピロスを引きつけますが、ヒュアキントスはアポロンを選びます。そしてある時、ヒュアキントスとアポロンが楽しく円盤投げに興じていると、嫉妬に駆られた西風の神ゼピロスがその円盤がヒュアキントスに当たるように風を巻き起こします。そして見事ヒュアキントスの額に円盤が命中してしまい、ヒュアキントスはアポロンの腕に抱かれて死んでしまいます。そしてその地は大地に吸われ花を咲かせることになりますという芸なお話です。ちなみにその咲いた花はヒヤシンスと言われています。次もフランスの新古典主義の画家で、またもやダビッドに学んだ画家です。この時代のダビッドの権威は凄まじいですね。この時代になってみんな突然神話画などを急いで描き始めたといった感じがしますね。しかも久しぶりに登場したおなじみのパリスの審判です。一番左にいるのがパリスで、黄金のリンゴ、一番美しいと思った愛と美の女神アフロディーテに渡しています。そばに息子のエロスを従い、リンゴを受け取るアフロディーテは、すみません、もらっちゃいます。といった感じで、今までになく軽い感じがしますね。そしてアフロディーテの右隣にいるのが、兜をかぶり、槍を持っている戦いの女神アテナで、こんな敵レースやってられんわ。といった感じで怒ってるっぽいですね。最後に一番右端のクジャクのそばにいるのが、ゼウスの妻ヘラですが、ほな先帰りますわ。といった感じです。なんかこれまでないと雰囲気がだいぶ違いますね。しかもヘルメスは定番の翼のついた帽子をかぶって2匹の蛇が巻きついた杖、数ケースを持ってはいるものの、空でのんきに浮かんじゃってます。皆さんいい加減投げやりになってきた感じですね。実際愛と美の女神アフロディーテが勝たなかったら大問題な話ですよね。そして次の画家もまたもやダビッドに学んだ画家ですが、それまでの他の画家たちと違ってなんかヤバい雰囲気が伝わってくる絵です。
それまでの新古典主義の絵とは少し雰囲気が違いますよね。次の時代あたりから自由で個性的な表現を目指すロマン主義が盛んになっていくのですが、このジロデ・トリオソンは早くもその傾向を示している先駆者の一人です。最後の絵は1780年代、1790年代と紹介しているヒュースリンによる作品です。この時代に似つかわしくないヤバさですね。一体何が起こったのでしょうか。もっと後の時代の絵かと思ってしまうほどの作品です。この人も相当に先が出ていますね。ちなみにヒュースリーは1500年代にお話ししたように、この1800年代にレオナルド・ダ・ヴィンチを称賛して、レオナルド・ダ・ヴィンチの評価を高めた人物です。実際今までラファエルを規範に古典主義を盛り上げるとかいう話は多くありましたが、レオナルド・ダ・ヴィンチが語られることはなかったですね。それでもこの時代にヒュースリー一人が褒めたくらいでは、まだまだラファエルやティチアーノに及ばない存在のレオナルド・ダ・ヴィンチです。モナリザが盗まれるまでお待ちいただきましょう。しかしこのように絵画の歴史を追っていくと、常にその時代の何々主義や流派といった流行があり、みんな一様にその形式ばかりを作っているということがわかりますね。これは音楽も同様です。美術界でも音楽界でもごく稀に自分自身のスタイルで創作して時代に先駆けるというオリジナリティあふれる人もいたりしますが、大抵は前の時代を批判した新たなスタイルの流行に乗ってみんな一様に同じようなものを作り、またそれが次の時代では批判され、新たなスタイルが流行してみんな一様に同じようなものを作るというのを繰り返している印象です。西洋絵画や西洋音楽というのは揺るぎない純粋芸術といったイメージがありますが、意外にも逆で、このようにかなり大きく流行に左右されていて、そこには内省的で自発的な芸術というイメージとはかなり遠いものであるといった印象を受けますね。ということで1800年代はまさしく大変革の時代でした。ガチガチの新古典主義のダビッドがフランス美術館に君臨していて、なんといってもベートーベンが登場して音楽界に革命を起こし、音楽家の地位を引き上げるだけでなく音楽のあり方まで変えてしまい、その後に多大な影響を与えることになります。さらにナポレオンが大暴れしてヨーロッパ各地を市民社会と移行させ、ナショナリズムの観念を浸透させ、後に独立運動を引き起こす要因となりました。さらにヘーゲルはナポレオンを見て世界精神が馬に乗って通ると叫び、マルキート・サドは投獄され、ゲーテはまだ元気にやっていました。次回は1810年代です。新古典主義の代表的画家として長らく美術館に君臨することになる画家の登場です。それでは。